皆さん、こんにちは。ハンドメイド作家のみーたまです。今回の動画は、ピアスまたはイヤリングを制作いたします。作品名はまだ考えておりません。チェコドロップビーズをビーズボールにして、パールビーズと組み合わせます。アフレコで韓国史についてお話をしております。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。前回の動画では韓国ドラマのチャングムの誓いについてお話をいたしました。ドラマに登場していた3番目の王妃のその後や女官の一生などについてお話をいたしました。続きをお話ししていきます。チャングムの料理には唐辛子が出てきませんでした。朝鮮半島に唐辛子が伝わったのは16世紀の末期と言われています。チャングムの時代にはまだ唐辛子が伝わっていなかったのです。豊臣秀吉の朝鮮出兵で日本の兵士たちがあまりの寒さに防寒対策として履物のつま先に唐辛子を入れたことが始まりだとも言われているそうです。倭寇による伝播という説もあります。倭寇とは13世紀から16世紀に朝鮮半島や中国大陸の沿岸を襲った海賊集団のことです。その構成は日本人や中国人、ポルトガル人などでした。日本に唐辛子が伝わったのははっきりしていないそうですが、朝鮮出兵で加藤清正が持ち帰ったという説や、16世紀後半、ポルトガル人宣教師が伝えたとする記録があるそうです。ほぼ同じ時期に日本や韓国に伝わったのですね。唐辛子の原産国は中南米です。唐辛子の歴史はとても古く、紀元前6000年だとか。今から8000年前からあったんですね。しかし、世界各国へ広がるのはコロンブス以降の15世紀になってからだそうです。韓国料理に唐辛子が使われ始めたのは17世紀頃だそうです。文献に現れるのは18世紀です。私はキムチ大好きです。白菜キムチ、大根キムチ、ネギキムチ、美味しいですよね。大根のキムチってパッケージに角的と書いてありますよね。右下に画像を載せますね。角的って何だろう
と気になったので調べてみました。角は角、次は切ったものという意味です。角的に使う大根を角切りにしたことからこのような名前となったそうです。キムチで思い出したのですけれど、韓国の小さい大根かなのキムチが食べたくなっています。昔、韓国料理のお店で食べた記憶があります。味はかぶに似ています。コリコリして美味しかったのを覚えています。日本で売ってるのかな？ほぼ見ませんね。食べたくなってきたな。調べてみました。チョンガク大根というそうです。葉っぱ付きの状態で漬けるのですね。楽天で売っているのを発見しましたが、大根が半分にカットされて販売されているそうです。チョンガク大根を丸ごとかぶりついて食べてみたいので断念いたします。唐辛子が使われる以前のキムチは何味だったのでしょうか。結論から先に言いますと、塩漬けのキムチでした。味は現代のムルギムチ、水キムチに似ているそうです。唐辛子をふんだんに使った現代のキムチと区別するため、唐辛子を使わないキムチのことをペッキムチ、白キムチと呼ぶようになったそうです。唐辛子が入っているキムチをそのままキムチ、唐辛子が入っていないキムチをペッキムチ、白キムチと呼ぶそうです。ペッキムチの作り方は、塩漬けした野菜に生姜、にんにく、塩、砂糖、梨、栗、ナツメを加えて作られるそうです。梨や栗というのが意外でした。そういえば、チャングムがドラマで梨を使った料理を作っていたような気がします。日本では梨をフルーツとして食べるのが一般的で、料理に使うのはあまり見ませんね。私はペッキムチを食べたことがないと思います。もしかしたら気づかずに食べたことがあるのかもしれないけれど、多分食べたことがないと思います。ムルギムチは食べたことがあります。ペッキムチとムルギムチの違いについてお話しいたします。ムルギムチ、水キムチは浅漬け、ペッキムチ、白キムチは天然発酵だそうです。ムルギムチの作り方は、
スープを作ってそれに浅漬けするそうです。ムルギムチ用のスープがスーパーで売っているそうです。ムルギムチはスープごといただきます。メインの食材は浅漬けなのでシャキシャキした食感で、スープに乳酸菌がたくさん入っているそうです。ペッキムチはしっかり漬け込むところが異なる点のようです。現代のペッキムチは最後に刻んだ唐辛子を添えることが多いようです。ペッキムチ食べてみたいな。文献に現れるキムチについてお話しいたします。中国大陸の司教に漬物のことが書かれています。司教とは中国大陸の最古の詩集です。五経と呼ばれる儒教の経典の一つとされています。司教の詳細な成立年代はわかりませんが、周の時代、中国の殷、周、春秋戦国と続きますが、その周の時代から春秋時代の詩が多いようです。古いものだと今から約3100年前、新しいものだと今から2600年前となるようです。当時の中国大陸では酢漬けまたは塩漬けだったようです。その後、塩漬けのものが朝鮮半島の三国時代に伝わったようです。これがキムチの起源のようです。高麗時代になると、非塩漬けまたは塩漬けのものが登場します。非塩漬けとは大豆由来の発酵食品のことです。味噌や醤油の原型となるもののことです。この非塩についてですが、実は私の祖母が毎年作っていました。お話が脱線するので、またの機会にお話ししますね。お話を戻します。1241年に書かれた東国遺産国志部にこのような内容の詩が書かれています。夏はカブを非塩漬けで食べるのがよく、塩漬けは冬に備えると。また、チムチェという記述が見えます。沈む野菜と書くことから、汁気の多い漬物だったことが伺えます。このチムチェからキムチになったというのが定説となっているようです。そして朝鮮王朝時代の16世紀末期に唐辛子が伝来し、100年から150年ほどかけて
庶民やヤンバンにまで広がったようです。1614年完成の百科事典チボンニュソルにはこのような内容が書かれています。倭国、日本のことですね。倭国から入ってきた南蛮省。南蛮省は唐辛子のことですね。倭国から入ってきた南蛮省には強い毒がある。酒屋でその猛烈な味を利用し、焼酎に入れて売っているが、飲んで亡くなった者もいると書かれています。当時は毒だと思われていたのですね。確かに唐辛子は本当に猛烈な味ですものね。レシピに唐辛子が現れるのは18世紀後半のチュンボーサルリムキョンジェです。きゅうり、大根、セリなどに唐辛子が使われていることが確認できます。これを機に唐辛子入りのキムチが好まれるようになったようです。